ね。岡本さんもいらっしゃいました。どうもおはようございます。さあ、こちらでちょっとね、乾杯していきたいと思います。なる鈴木さん、日本は、明日が海の日で3連休の方が多いです。あ、そうなんですね。今日もね、今回もね、僕も3連休ですね。帰国した時はね、結構仕事入れちゃってたんで、バタバタしてたんですけど、今日、明日、明後日ね、僕も3連休なんでね、すっかり休日モードですね。どうもでございます。町口さん、どうもでございます。岡本さんね、そうそう、ちょうど10時ぐらいでね。どうもです、皆さん、ご久しぶりです。乾杯でございます。どうもです。日本も3連休、私も3連休です。今ね、左側ね、アメ横の、映像が映ってますけども、上野で待ち合わせてですね、久々に飲みましょうってことでね、そういう日でございましたね。盛況ですね、アメ横もね。やっぱ外国人、パッと見すごい多い感じでしたよね。やっぱ気づいたのはね、お店の方も結構外国人の方が多いですよね。結構ここ一帯、やっぱね、外国人の方がもう買い占めちゃったりしてですね、ほんで、オーナーが外国人になると急に家賃上げたりするみたいですよね。そんでなんか元からいた昔からの日本人のね、お店がね、撤退しちゃったりとかでね、結構外国系のお店がなんか増えちゃってましたよね。さあ、こちら、ここね、もう御徒町の方なんですけども、上野の辺り来るとね、いつも行く立ち飲み屋さんでして、カンちゃんとの待ち合わせがね、まだちょっと空いてるんで、ここで軽くね、ゼロ時間をやるっていうね、そんな感じでございますね。ここあれかな、鎌倉の友達のりんちゃんが見つけてくれたお店なのかな。あ、ワークさん、どうもでございます。シアトル編拝見いたしましたね。すごい懐かしい感じがして、昔僕ね、本土に住んでたんでね、ロサンゼルスからどこかな、オレゴンに出張だった時のことを思い出したんですよね。ね、これからのワークさんいろいろ本土編もね上げていくということで、次はクルーズ船でしたっけね、楽しみにしてます。ワークさんね、ゆっくりしててください。どうもです。さあ、御徒町ね、いつもこちらで、ゼロ時間ねやってるんですけども、なかなかいいね立ち飲み屋さんですね。ここあれかな、御徒町だけど、もともと北陸の人がオーナーなのかな。結構ね、北陸のお酒がなんか充実してるような感じだったんだけど、いきなり日本酒いっちゃうと酔っ払っちゃうんで、最初は軽くビールでね、おつまみも軽めで、鮭のね、切り身なんかね、いただいているところでございますね。ちょっとセーブしながらね、ゼロ時間やってますけどもね。で、翼の像っていうのがあるんですね。なんか待ち合わせスポットみたいな感じで、カメラマン仲間のね、カンちゃんとね、合流でございますね。こちらカンちゃんですね。さあ、カンちゃんがね、予約をしていただいたレンコンという名のお店でございますね。その名の通りね、なんかレンコン料理がなんかいろいろ出てくるっていうことでございましてですね、名物のレンコン料理からねいただくことにいたしました。さあ、こちらのね長袖のシャツはね、鎌倉のりんちゃんからいただきましてですね、いつも和柄のねなんか渋いシャツをねいただくんですよね。さあ、これもレンコンでね、ちょっと揚げてあって、いや美味しかったですね。これもまたレンコン料理ですね。こんなにレンコン料理ねバリエーションあるんだと思うぐらいね、さすがでしたね。レンコン看板にしてるねお店だけあってですね。さあ、2本目はね瓶ビールでございます。これあれね、風呂吹きですね。これ美味しかったですね。なんか見た目もねいい感じだしね、お味もねなかなか良かったですね。この店やっぱあれですね、3人か4人ぐらいで来た方がいいですね。3人がちょうどいいのかな。これちょうどこれ3つですしね、この風呂吹きもね。これなんかね、いつもカンちゃんね会うとね、なんかちっちゃなプレゼントくれるんですよね。なんかこうガチャガチャでなんかこう精巧ななんだカメラのね、なんかミニチュアのレンズとかね、なんかボディとかのおもちゃをねいただきましてですね、ありがとうございます。またカンちゃんなんか取ってきましたね。ギフトフォーユーってね、
いやー嬉しいですね、カンちゃんね。別にあれですよ、誕生日でも何でもないんですけどね、こう久々に会ったからってね、こうねプレゼントをね用意していただけるっていうね、このカンちゃんのこの気遣いですね。僕は何もないですけどねそういえばなんかハワイのお土産も持ってかなかったですけどね。さあ何が入ってるんでしょうか。はい、こちらでございますね。いい感じのお年中をねいただきましたね。最近撮影でもつけてることですね、これね。っていうのがねすごい気に入ってね、しょっちゅうつけてますね。なる鈴木さん素敵ですねということでね、いやほんとカンちゃんね、いやいやいやセンスもさることながらもうありがたくね、また頂戴してしまいました。なんかいろいろ商品説明を今ねやってくれてますけどね、この緑色ねちょっとこう落ち着いた感じでなかなかいいですね。ありがとうございますね、カンちゃん。カンちゃん職場が事務所がねなんか浅草って言ったかな、上野とか割とね近いらしいんですよね。で2軒目もね、ここはなんかカンちゃん自身行ったことなくて行ってみたいとこあったんだってことで、ね、さあ2軒目日本酒でございますなんかお店の回転が良すぎるのか、なんかまだあれですね、おちょこが乾ききってないですよね。なんかね結構あれですね、人気店みたいですね、こちらもね。いやでもね今回の日本滞在で相当日本酒飲みましたよね。で最近なんだろう、ログを取ってまして、クロードって AI があるじゃないですか。その AI でねアプリを作ってね、酒ログっていうアプリを作ったんですよ。でスマホで写真撮って、で裏のなんだろう精米具合何パーセントとか、酒米は何使ってるとかね、なんかそういうのをやりながら日本でねどんだけ酒飲んだかみたいなね記録を取ったりしてるんですけど、おラムさんどうもでございます。今日はねズンバなんですね。今日はハワイ暑いですね。どうもです。ズンバ終わったらおビール飲んでくださいませ。どうもです。キャーシーさんもいらっしゃいました。どうもでございますライブね、ちょっとサボってたんですよね。すいません、ちょっともうあれかな、もう1ヶ月ぶりぐらいですけどもね。どうもです。乾杯でございます。こちらのね蕎麦屋さんもねなかなかでございましたね。デコレーションもいい感じでしたけどもね。2軒目でね結構1軒目でがっつり食べちゃったんでちょうどいい感じのね、2軒目でございましたね。いやでもね帰ってきた後ね、例によってやっぱ時差ボケがねずっと引きずっててね、ちょっと体調もあんまり良くなかったんですよね。時差ボケでなんかおかしいのか本当に体調悪いのかみたいな感じで、別に風邪ひいたわけでも何でもないでしょうけどね、やっぱなんか時差ボケのあれなんですよね、ちょっと自律神経が乱れてた系なんでしょうね。なんかあんまりこうやる気が起きないっていうか、週末になったらでもどうすっかなみたいな感じでこうグダグダしてるうちにね、なんか1ヶ月経っちゃったってね、そんな感じですけどもね。最近は復活してますんで来週もねこういう感じだったらね、やりたいなと思ってますけどもね。でも本当あれですよね、年々ちょっと時差が戻すのがなんかこう辛くなるというかね、そんな感じですよね。これあれだ、締め張りつるね、これも惜しかったですね。これもちゃんと酒ログにね記録しておきました。いやね、こうやってワイプで日本酒のね見てるとね、日本酒飲みたくなりますよね。ただもういかんせんね、ハワイで日本酒飲むともう高いしね、高いお金出して買ってもね保管状態があんまり良くないからね、大して美味しくなかったりとかね、そういうことがあるんでね、もう割り切ってハワイじゃあんま飲まないようにね、してますね。キャシーさん、そうだったんですね、心配なしですねということでね、すみません、ちょっとね時差ボケがちょっと今回長かったかなみたいな、そんな感じでございましたね。
さあ3軒目行くんでしょうか。かなりねお腹の具合はねいい感じでございますけどね。さあこの日も上野はねすごい賑わってましたね。やっぱ若い人多いんだよな。なんだろうな、いつもこんな感じなのかな。自分が年取ったからなんか若いってこう見えちゃうのかな。あと自分があれかな、ハワイに住んでるからなんかこうあんまこう日本人がこういっぱいこうたむろってるのあんま見たことないからそう感じるのかもしれないですけどね。さあ銀だこ酒場ね、銀だこのなんか居酒屋さんバージョンみたいな感じでなんか最近いろんなとこでね出店してるみたいですね。なんか YouTube でも見せたんでこれもカンちゃんのチョイスでございますね。さあ最後はハイボールいくんでしょうかね。そっか、これ見てるとちょっとハイボール飲みたくなってきたな。ちょっとハイボールいきましょうか。ハイボール飲んでますね。なる鈴木さん、上野は最近若い方もいらっしゃいますよ。やっぱりね、そうなんですよね。なんか昔上野ってなんかすごい渋いイメージがあったんだけど、最近あれだよね、若い世代多いっていうか、かなり若い人たち多かったっすよね。なんかこれ見たらちょっとハイボール飲みたくなったんで、ちょっと僕もちょっとハイボールいきたいと思います。これあれですね、ラストのこれソーダでしたね。これね、よかった。さあキンキンにね冷やした冷凍庫で冷やしてあるグラスにね、こちら炭酸水入れまして、いただきたいと思います。どうもです、皆さん乾杯です。どうもです。濃いめですね。美味しいです。さあこちらね、今映ってるワイプは東神奈川ですね。昔僕は鶴見にねちょっと住んでたことがあって、横浜の神奈川県のね川崎と横浜の中間にある鶴見ってとこなんですけどね、こちらのねスーパー銭湯がねもう大のお気に入りだったんですよね。で鶴見に何年ぐらいだろうかな、3年弱ぐらい行ったんですよね。ほぼ毎週このインスパってとこに行ってましてですね、もうちょっとゴールド会員みたいな感じでねすごい常連だったんですけどね。でなんかちょっと 2,3 年前になんかオーナーが変わって今インスパからなんかラクスパって大手になんか買収された名前で、なんかインスパはなんかそのフィットネスの部門だけインスパって名前がねなんか残ってるみたいなんですけど、
のね、東神奈川のそのインスパの前のところにもなんか結婚式場みたいのがあってね、そこでなんかドラマの撮影とかもなんかよくやってましたね。なんだっけ、スマップのメンバーとかもなんかそこでなんか撮影してたですね。今ちょっと見えてると思うんですけど、右側の白い建物でこうヤシの木とかあったりしてね、ここあれなんですよ。なんかね、撮影とかもやってるし、なんかね、なんかこうイベント的なものもね、なんかやってる建物のね、すぐ隣がね、スーパー銭湯なんですけどね。さあ、ランドマークタワーもありね、横浜の、ビル群がね、一望できるね、いいところで、で、こう足だけね、こう水で浸かれるようなね、で、プールもございましてですね、で、そこでね、ビールを飲むのがね、もう本当のね、楽しみでございましたね。本当はなんか、この撮影した日は、禁酒日にしようと思って、最初はドライゼロでね、ノンアルコールビールでね、我慢してたんですけど、さすがに我慢できなくて、いただいてますね。結局またね、アサヒの瓶ビールですね。ここもアサヒなんですよね。アサヒ、嫌いじゃないんだけど、どっちかというとな、札幌とかね、置いてくれてると嬉しいんですけどね。こちらもアサヒでした。さあ、この日は確か横浜のね、友達と待ち合わせをしている日ですね。結構横浜方面もね、友達多いんですよね。りんちゃん鎌倉だけど、東海道線沿線っていうのかな。もともと僕練馬なんですけどね、結構日本帰るとこう東海道沿線のね、出没率がね、高くなりますよね。でも東海道線早いですからね。結構距離的にはね、何十キロって離れてるけど、結構新橋から横浜なんて割とすぐですからね。皆さんもね、東京来られたらね、ぜひ横浜の方もね、足伸ばしてもらいたいですね。さあ、お気に入りのね、インスパでね、この横浜のビル群を眺めながらね、おビールを飲んでる絵でございますね。まだ5月の日本はね、そんなに暑くなくね、もう最高でしたね。乾燥もしてたし、いや、気持ちよかったですね。なんかいつもあれなんだよな、小指を立てる癖があるんですよね。天気もいいしね、最高のね、おビールでございます。ちなみに今日のハワイもむちゃくちゃ天気いいですね。今何度だろうな。今ね31度ですね。でも湿度が 50% だからそんなにやばい感じではないですけどね。一応熱中症対策で足にね、保冷剤をこう時々踏みながら、あとあれですね、脇の下にこの保冷剤をちょっとこうタオルでくるんで、冷やしながらね、やってますけどね。皆さんね、今日本時間は夜の10時半ぐらいですけども、暑いですかね。ちゃんとエアコンねつけてね、ご覧になっていただければと思いますけどもね。さあ2本目なんですけど、友達がねやってきましたね。今日はお酒控えようと思ったんですけど、友達が気を利かして瓶ビールをね1本持ってきてくれました。で、友達は水飲んでるんですよね。結構高校時代の友達なんですけど、彼ね結構なんかアル中寸前まで行っちゃったみたいでね、今お酒は控えてるらしいんですよね。で、なんかお水でね、なんか頑張ってますけどもね。さあここね、食事の方も充実してましてですね、
久々にちょっと僕はお肉が食べたくなって、彼もお肉頼んでますね。僕もお肉を頼んで、インスパでね、お肉とビールでねやってますね。でやっぱ日本来るとやっぱちょっと肉の量が少ないなと思っちゃうんですよね。で池袋に戻ってきまして、やっぱ締めのねラーメンですね。さあつけ麺でございます。これもまたちょっと量多いんですよね。でなんかね、今回の滞在でちょっと思ったのがね、なんか濃いラーメンがねだんだんちょっと辛くなってきたんですよね。つけ麺になってまさにその極みじゃないですか。タレそのものがねむちゃくちゃ濃いんでね、やっぱり体がやっぱどんどんなんだとかな、老いていくというのか、強い味がねだんだん受け付けなくなってきてるっていうか、昔はうまいって食ってたんだけどね、ちょっときつい感じになってきたんですよね。さあいきなりね、ワイプは6月24日になりまして、日本からねハワイにね戻る帰国日でございますね。こちら品川なんですけども、ちょっと品川に用事がありましてですね、こちら品川プリンスのね下のなんですかね、レストラン街っていうのかな、何もちょっとねそこで行くっていうわけではなくてね、品川にまたたまにYouTube に登場するね、私の YouTube に登場するミッキーってね友達がいるんですけどね、彼がねメガネ屋さんでございましてですね、今回日本帰ったタイミングでメガネをね、新しく作ってもらったんですよね。で結構ハワイに帰るギリギリの時に行ったもんだから、なんかレンズがなかなか届かなくてですね、帰国日ギリギリに、間に合わせていただいてですね、それで今ねピックアップに行くっていうね、そういうことでございますね。品川プリンスでございます。品川プリンスもね久々ですよね。昔日本で働いた時の会社が田町だったんでね、品川隣の駅は隣なんですけど、今高輪ゲートウェイってね駅ができましたよね。さあこちらのお店ね、ミッキーが、店長さんでございましてですね、店長直々にですね、メガネをね作っていただきました。こちらミッキーでございます。さあご用意しておりますということでね、出来上がりましたということで、さあねこれね南海キャンディーズのね山ちゃんみたいなねなんかメガネになってますけどね、僕ね結構ド近眼でね視力がね 0.01 ぐらいしかないんですよ。でちょっとフレームっていうかそのレンズの幅が大きいメガネをやると外側にねすごいレンズが分厚くなっちゃうんですよね。なのでねちょっと今回はちょっとこう小さめのメガネにしてねやってましたけどね。で今これトム・フォードのフレーム映してますけど、やっぱインバウンドの方ね品川プリンスに隣接っていうのもあって皆さんトム・フォードねこぞってね買っていくみたいですね。あとレイバンもね扱ってるんでね、やっぱ日本がね今世界で一番安いみたいですね。トム・フォードもレイバンもねもうみんながっつり買っていくみたいですね。前あれだな、品川の近くに隣接している映画館で寅さんの映画を見たな。さあなんか行く時にちょっと気になってたんですけど、イタリアンにね、そういえばなんか日本でパスタ食べてなかったなと思ってですね、ちょっと目についたパスタ屋さんに入って、成田に行く前にねちょっと腹ごしらえをして、成田に行く、そんな絵でございます。ランチセットがいくらぐらいだったのかな。メガネのミキだからミッキーですかって、いやそういうことじゃないんですね。名前がねなんか M から始まる名前だからでミッキーなんですけどね、そういえばそうですね。ミッキーにかけてますね。
まあ、2文字の友達多いですね。タッキーさんだったりね、ミッキーだったりね、リンちゃんだったりね、みんな2文字かな。カンちゃんもそうだよな、みんな2文字だよな。あれ、ボビーさんご無沙汰してるじゃないですか。あ、そうなんですね。パリミキさんもお客様だったんですよね。いや、ボビーさん久々じゃないですか。ちょっと今日ゆっくりしてってくださいね。本当にもう乾杯でございます。飲んでますか、ボビーさん。今回ちょっと品川に用事があったんで、今回はあれですね、成田からですね、JR で、成田空港の方ね、向かってますね。さあ、ボビーさんゆかりの紙袋、パリミキの紙袋を横にですね、朝日のね、こちら朝日ゴールドっていうのがなんか新しくできたみたいなんで、それを飲みながらね、成田にね向かってるとこですね。さあボビーさんのね、ご縁で昔ねこちらで大ちゃんと一緒にカメラマン仲間の大ちゃんと一緒にね「What is 神」の写真展をねやらせていただきましたけどね、もう懐かしいですね。もう4年5年ぐらい前になるんですね。コロナの真っ最中にねやらせていただきましたけども、いやボビーさんその説はねありがとうございました。乾杯でございます。さあ今回もホヌで帰国でございます。こちら成田のね映像でございますね。まあ、日本初の時はね夜便だからゆっくりですよね。なんか用事を済ましてね成田に行けるみたいなね、そんな感じですよね。今回久々にね成田エクスプレス使いましたけど、結構あれですね、ネットで取ると安いんですね。なんか1100円ぐらいだったんですよね。なんかチケットリス割引みたいな感じで、なんかアプリ入れるとなんかこう安くなるみたいなのがあってね、それで初めて行ったんですけど、結構快適に成田行けましたね。いつもなんかスカイライナーばっかだったけど、ちょっとね成田エクスプレスもね使ってみようかななんて思いましたけどね。さあ、ここあれなんですね。いつもヤマトで、スーツケースを送ってるんですけど、そこでこうパッキングをし直すんですよね。そこでパッキングをし直して、今入国、処置が終わって、ラウンジにこれから行くところですね。いやでもあれだな、今日電波の調子いいな。多分僕が日本に行ってる間に工事したんですかね。ハワイのねインターネットね、なんかむちゃくちゃ調子良くなかったんだけど、今回割と滑らかにね、なんか今モニター見ても綺麗に映ってますね。さあラウンジで、ただこのラウンジの時はねすごい電波状況悪かったですね。ここで1ヶ月前ライブ配信やったんだけども、ブチブチ切れて5回ぐらい切れてね、もう細切れしかできなくてね、ちょっとひどいライブになってしまったんですけどね。あとねもう一つあれだな、ここもビールの種類がね、ラウンジがなんかね手前側と奥側で2つ分かれて、こう手前側が全部クローズになってたんですよね。で奥側がやっぱ朝日の生ビールしかないってことでね、札幌飲みたかったんですけどね。こっちね、まあ朝日いただくんですけど、さあいろいろねシャンペンだったり日本酒だったりあるんですけど、飛行機乗る前に日本酒飲んじゃうとちょっと悪酔いしそうなんで、ハワイコーさんいらっしゃいました。どうもでございます。乾杯です。ハワイコーさん油断したんじゃないですか。最近ね1ヶ月ぐらいライブやってなかったからね。あともうちょっと続きますんでね、ゆっくりしてってください。さあ成田のラウンジから今映像をね、成田ラウンジの映像を今お送りしてますね。日本のサーバーはあれな、最後泡が出てくるんだよね。なんかハワイの居酒屋でバイトしてた時はなんか泡がねあるとねお客さん嫌がるんですよね。泡の分損してたろおめえみたいな感じで、泡をねちょっとちゃんと黄金比率で出してるのに泡が多すぎるっつってね、泡なくしてくれって言われるんですよね。そこなんか文化の違いなんですかね。
さあ、なんかテレビの方のあれだな、Twitch のアプリがなんか不安定だな。ちょっと止まったりしてるけど、スマホのモニター映ってるから大丈夫ですよね。はい、ちょっともう一回ね、テレビの方今付け直してますけど、さあ画面ね、ラウンジから、飛行機搭乗のところまでの、今ね映像をねお送りしてますけどもね、いつもあれなんですよね、ラウンジののんびり過ぎててね、結構ギリギリになるんですよね。で結構番号がね必ずしもなんだろう、反対側なんかこう歩いてっちゃったんですよね。で慌てて間違いに気づいてまた戻ったりしてね、こう一生懸命こう早歩きでねこう歩いてるんですけどね、今回もまた例によってギリギリでしたね。なんかね、結構何回やってもねいつもギリギリになっちゃうというね。ハワイコーさんね、そうだおっしゃってましたね、建築中のね、ついの住みかね、そろそろ完成ということでね、おめでとうございます。またねなんかねちょっと写真とかいただけたらねご紹介したいと思いますんで、おめでとうございます、ハワイコーさん。さあね、アナのラウンジもね、多分今年いっぱいでしょうね。来年から制度が変わって、年に300万使わないとラウンジが使えなくなるそうなんでね、多分最後のラウンジになっちゃうかもしれないですよね。まあ、秋ね、日本帰るからその時使うのが最後なのかな。でもなんか株主総会の前に、なんかやっぱり、買えるかもみたいなね、アナウンス出してね、やっぱ相当クレームが来たんでしょうね。でも、300万使わなくてもいいよって話になるかどうかは分かんないみたいですね。なんかね、ちょっと緩い方向にね動いてくれればいいんですけどね。 JAL なんかねすでにステータス持ってる人は条件変えなくてラウンジそのまま使いますよって話になってるからね、なんかアナもねそういう風にしてもらいたいですけどね。さあ今回バルクヘッド、ちょっと後ろ目のバルクヘッド選んだんですけど、窓側だとちょっと足がねあれなんだよね、機体がちょっと細くなる間のところで右側がねちょっと狭い感じでしたね。で50何番とかの席だったと思うんですけどね。9月に、ハワイに行きますので、アンディさんにお会いできたらその時に見てくださいって、9月おりますんでね、ぜひぜひね、またタイ料理でも食べましょうかね。ありがとうございます。帰りはね、ずっと、木村拓哉の教場を見ておりまして、これあれかな、ネットフリックスの、ね、バージョンなんでね、えらい長いんですよね。でずっとなんか教場を見てましたね、木村拓哉のね。まあ教場シリーズねずっと見てるんですけど、ちょっとあれかな、ネットフリックス脚色がやりすぎかなみたいな感じでね、もうちょっとリアリティ出してほしいなとちょっと思っちゃったんですけどね。さあもうね、もう飛行機で寝れないっていうのは分かってるんで、ずっと貫徹してずっとね、木村拓哉のね教場を見て、眠い目をねこすりながらね、ホノルル空港にね到着でございます。さあ海産号に乗ってね、これから帰宅となるわけですけども、これもねもう行きも帰りもね送っていただきましてね、本当にありがとうございますね、本当にね。で今回はいつもだとなんかケントのね、タバコを買っていくんですけど、今回はなんか電子タバコのねリクエストがございましてですね、今回のタバコ送迎は、電子タバコをね、買ってきましたですね。さあいい感じのねハイボールになりました。どうもです、乾杯でございます。どうもです。ボービーさん飲んでますか？どうもです。
ハワイコースさん、電子タバコの方が少しお高くなります。まあそうでしたね。でもさすがにあれなんですかね、普通の紙巻きタバコの方はもうあれですかね、カイさんなんか冷凍保存してるみたいなのが落ちてたから、かなり在庫がねあるのかもしれないですよね。さあね、これも恒例になりましたね。カイさんに送ってもらって途中スーパーマーケットにねちょっと立ち寄ってもらう件ね。でここで物価の高さにねこう愕然とするわけですよね。さっきのマヨネーズね1000円しますからね。まあお肉は若干安いっちゃ安いのかな。牛肉は安いですけどね、やっぱ高いよね。さあポケもパウンドあたり14だから、ここのドンキはねワイキキの近くのやるじゃなくてパールシティのねちょっと離れた方のねドンキホーテなんだけどちょっと安いんですよね。そちらの方にね今回カイさんにね連れてっていただきました。まあねカイさんもねもう俺が高い高いって言ってるけどねここがハワイなんだよっつってね。さあこれも30ドルね。30ドルっていくら5500円6000円近くよねこれね。このねサバ弁当も1500円。でもあれかな、パールシティは若干あれなのかやっぱ良心的なのかな。アラモアナの方のねドンキよりはちょっと安い感じするねこれね。でもなんか今感覚戻ってきましたけど、ちょっとあれですね、パールシーのドンキ安いですね。カイさん聞き貸しやっぱちょっとこう安い方のドンキ連れてってくれたんですね。今見るとなんか安い気がする、ハワイの感覚からすると。で結局7ドル99のね、スケロク弁当を買って、スケロクですけど、1000 10ドルで1600円でしょ。だから1300円ぐらいかスケロクがね。で日本だとあれじゃない380円ぐらいなんじゃない感じだとね。卵もね1200円とかねとんでもないですよね。いやいやいやこれがハワイですよね。さあ納豆がねお母さんがこれ安いってね買ってましたけど、僕も買いましたけど日本だともうちょっと安いですよね。5個入りで80円とかね、安い日はねなんかね。ここはハワイの中じゃね安いドン・キホーテですけどね。さあ僕も納豆は買いました。やすさんどうもでございます。お仕事なんですね。すみませんね、こう変則的な感じでね。どうもです。乾杯でございます。どうも。さあ画面はね、パールシティのねドン・キホーテですね。カイさんに空港を迎えに来てもらいまして、ちょっとね食材買って、買い向きの自宅に戻っていただくってね、そんな感じですね。でカイさんはなんか無洗米が好きみたいで、この無洗米いつも買ってんだよねって言ってね買ってましたね。おいくらですか16ドル。これあれじゃない、日本より安いんじゃない。カリフォルニア米なんだろうけどね。なんか日本もね米の値段ねなんか落ち着いたみたいですよね。甲斐さんはなんか無洗米がね好きみたいなんで、買ってますね。ちゃんと野菜も買う時ねちゃんと自炊するって感じですよね甲斐さんね。
さあこちらね、パールシティのドン・キホーテでございます。ここもね昔大英だったみたいですけどね、まあワイキキっていうかそのアラモアナ側のドン・キホーテよりはちょっと安いかな。1割ぐらい、 1.5 割ぐらい安い感じかな。ちょっと庶民的な感じではありますよね。さあカイさんね、お菓子もねなんか買おうかどうか買ってますね。このガーリックのやつね見たことないなということでね、カイさんお買い上げですね。さあここもねカイさん気利かして量り売りのね惣菜屋さん連れてってくれて、これもドンキの中にあるんですけども、やっぱちょっと高い感じしてね、ビーフ&キャベジね、今思えば買っときゃよかったなと思うんだけど、これもあれですね、ワイキキよりもちょっと安かったかな。でも結局買わずでしたね。さあ今日はね、Wi-Fi の良さがね、ここ最近ここ 2,3 年で一番のあれクオリティじゃないですか。これ家でねこんだけ滑らかなね映像を見られるっていうのはね、ライブだと久々ですよね。いつもあれですからね、アルファカフェパイナップルとかにね出張してましたからね。こんだけだったらね家でもライブできそうですよね。さあ翌日ね、時差ボケのね治療も兼ねてですね、ちょっとちゃんと朝起きて、日光に当たるとねこう時差ボケがね、早く治るということで、ちゃんとね食材を買いにね、ハワイ海のね、コストコに向かっているところでございますね。何度も申し上げますがね、6月のハワイね非常にいい季節でございます。左側にはねシャワートゥリーがね咲き誇ってますですね。今はもう7月の終わりなんでね、もうシャワートゥリーもねそろそろ終わりかなって感じですけどもね。ハワイのねシャワートゥリーは日本でいうところの桜みたいな感じですかね。5月の下旬ぐらいから咲き始めるんですけどもね、シャワートゥリーがこう咲いてくると夏休みだななんてね、そんなこと思いますけどもね。さあ左側ねハワイ海に向かっておりますが、シャワートゥリーがね咲き誇っております。このねハワイ海のコストコに向かうねドライブ映像ね、もう何百回ねYouTube で流したかあれなんですけども、久々にねハワイに戻ってくるとねやっぱ新鮮なんですよね。やっぱハワイいいなってね感じる、そんな瞬間でもございますね。さあここヘッドを抜けてですね、ハワイ海のコストコに向かっております。左側にはねキアヌ・リーブスの別宅が見えてくる頃かな。もう過ぎちゃったかなこれね。いつもタッキー社長の可愛いハワイツアーでやるとね、ここら辺通るとキアヌ・リーブスのね別宅があるんですよなんてね、話をねしてますけどもね。タッキー社長といえばね、この前ようやくお土産の方を渡せましてですね、お土産あれかな、伊勢にもね2週間ぐらい滞在してたんで、おかげ犬のね、サブレと、あと今回淡路島にも行ってましてですね、淡路島のこう玉ねぎのね、風味のおせんべいとかですね、あと奈良県ね、伊勢から奈良を経由して、淡路島の方に行ってたんですけども、その時のですね、長谷寺行ったんですね。別名アジサイ寺って呼ばれてますけどね、ちょうどシーズンでねアジサイも咲き誇ってましてですね、そちらの動画もね、ぼちぼち作っていきたいななんてね思いますけどもね。
これねあれなんですよ、ハワイ界のねコストコちょっとシステムが変わって、カウンターの外にあるキオスクでまずねホットドッグとかピザのね買うようなねシステムになってるんですよね。この時なんかねサングラスかけてねホットドッグ押すつもりがなんかピザのねスライスピザをなんか押しちゃったみたいでね、皆さんね今度コストコ行く時は外のキオスクでねまずここで購入してホットドッグ買うような感じになりますんでね。でレシートを持ってですね、でそこから、コストコのねカウンター行って、だからここまであれなんだよね、ホットドッグ買おうかなと思ったんだけどね、気がついたらペパロニのねスライスピザをね買ってたんですよね。さあこれもいつものルーティンですね。バーベキュー用のお肉を買って、野菜を買って、これねコストコバッグがねもうさすがに5年ぐらい使ってたんですけどもう破れちゃったんで、新しいねショッピングバッグをね購入することになりました。これ多分10ドルぐらいだったのかな。結構ね大きなショッピングバッグでね結構重宝してますね。さあこれもルーティンでございます。ハワイに戻ってきて何をやるか、バーベキューでございますね。一人バーベキューでございます。ね、この景色もねずっと変わんないですよね。パパイヤの木も復活しましたんでね、一度切られちゃってね空を眺めても何も木生えてなかったんですけど、今見えますでしょうか、右側にねパパイヤの木生えてますね。もうしっかり伸びてですね、5年前とね同じ景色になっておりますですね。さあこの景色もね、何百回皆さんにお伝えしましたでしょうか、変わらないハワイがねここにあります。一人バーベキューをしてパパイヤの木を並べるですね、これがハワイでございますね。ハワイに戻ってまいりました。アンディトレード&トラジロでございます。こちらのラップもね、大型ラップ、背泳ぎ型のラップでね。さあお肉ねまたいい感じで焼けてますね。天気もいいしね、これがもう至福のひとときですよね。こう一人でこうチクチク赤肉を焼きながらね、日本と比べてねあんまりサシは入ってないんですけど、赤肉だからね量が食べれるんですよね。さあここで何を飲んだのかな当時ね、モデロでございますね。そうですね、メキシコのビールなんですけどね、モデロが結構日本のラガーに近くて美味しいおビールでございますね。このモデルあれかな、日本に帰る前に箱で買っといたんで残ってね冷蔵庫の方でずっと冷やしてたんですけどね、もうキンキンでございますね。美味しかったですね。さあ1杯目ね注いだらね、冷蔵庫に入れてねこう温度をねキープしながら、飲んでますけども、で右側にちらっと映ってる、YouTube の絵がですね、我らがたっちゃんのね YouTube でございますね。さあハワイのルーティンが始まりました。何なんでしょうかね、ハワイは楽しむっていうかは休日はねいつも、日本のこういう立ち飲みの YouTube を見ながらですね、一人バーベキューをして一人で乾杯をしておる、そんなアンディトレードでございます。いつもの景色変わりません。7月もねいいですよ。暑いけどね、ぜひぜひね皆さんねハワイにお越しになってね、この青空ね、見ていただきたいと思います。さあ植え替えた2段目のねパパイヤの木ね、こう鳥がねこのパパイヤの実をねつついてね食べてるんですよね。
鳥をご覧いただいてますでしょうか。これをちょくちょくね、あれなんですよ、熟れたね、パパイヤの実をついてね、食べてるんですよね。やすさん、パパイヤの木ね、育ちましたね。もう景色変わんないですよね、本当にね。さあ、お肉も焼きました。さあ、ここでね、アンディトレードライブね、終了でございます。ありがとうございます。まあね、ずっとサボってましたけども、どうだろうね。なんか前もそんなこと言ってたよね。ちゃんと毎週やりますからみたいな。ハワイ戻ったらちゃんとやりますかってね。まあ一応あれですね、今のところちょっとやるつもりでおりますんでね。で、また来週ね、皆さんとね、乾杯したいと思います。どうもです。乾杯でございます。どうもです。だいぶね寄ってまいりましたけども、ね、あとはちょっとアーカイブをアップしてですね、皆さんねご覧いただければと思います。どうも乾杯でございます。日本はねあと1日ね休みだと思いますけども、ハワイはね今日入れて3日ございます。どうもです。乾杯でございます。奈良鈴木さんありがとうございました。そうですね、無理なく適当に手抜きながら、やっていきたいと思いますんでね、まだまだ、アンディトレードライブ、終わりっていうことはございませんのでね、乾杯でございます。どうもです。どうもです。岡本さんありがとうございます。どうもです。ライブ終了します。なるさんどうもです。乾杯。キャシーさんどうもでございます。ヤスさんどうもでございます。どうもです。